私はウプ主、この動画を見てる君は選ばれし者。PC で手軽にできる同人のロボゲーを紹介していきます。アシスタントの、ポター先輩やんけ。ロボットのことは任せろやんけ。まずは、ビスクルム。フリーゲーム、ブアーレンプーガのシステムを利用したシミュレーションです。ブアーレンプーガは、老舗フリゲで、システムを有用して別のゲームを作れるやんけ。光の目、とかが有名やんけ。で、本作は、科学と魔術が共存して、様々な勢力がしのぎを削る宇宙が舞台。未開惑星、ヤンコヤンの豊富な資源を狙って、大企業の施設分隊が進行したやんけ。謎多き人物、サムーンの助けもあり、ヤンコヤンは侵略を跳ねのけます。ここまでがチュートリアルのお話。本作は、ストーリーがある、星々の中で、などいろんなモードがありますが、ざっくり分けると、3つのモードがあります。まず、国家や企業を選んでクリアを目指す、勢力プレイ。内政で、経済力や軍備を強化して準備を整え、部隊を編成して、よその領土へ侵略。弾丸、ミサイル、魔術が入り乱れる、迫真の戦闘が本作の特徴の一つです。今、操作してるのは、コヤン名役やんけ。惑星ヤンコヤン、の勢力やんけ。画面内にはいませんが、AUP という、ロボットも登場します。AUP は、関節が生体部品やんけ。消耗が激しい部分だから、理にかなってるやんけ。ちなみに関節どころか、全身生体パーツの兵器もあります。次は、心肺プレイ、の説明やんけ。一人の軍人として勢力に使えたり、気ままにぶらつきながら傭兵したり、街やダンジョンでアイテムを集めて強くなるなど、RPG 的な面もあります。とりあえず、南系、でやってみましょう。切削からのゲストキャラです。今、動画で私が使っているアバターと同一人物です。ゲストキャラ以外にも、すごい数のクリエイターが集まってるから、人材も勢力も、バラエティ豊富やんけ。SF、ファンタジー、和風、洋風、とにかく何でもありやんけ。最後に、過去の戦場たち。本編の前日談や裏側を描く、ミニゲーム的なモードです。ヤーホ民主連邦のステージをやってみましょう。ヤーホは無人艦隊に編長した勢力で、大統領のある思惑から、コヤン名役を支援します。じゃあ、いいやつだやんけ。そうとも言えないですね。本作の勢力は、大体善悪とカム関係で動いているので。で、ヤーホの領地がライバル国に奇襲されて防衛戦となります。ここの主役は、エルザ555さん。電子妖精、つまり AI です。軍用 AI なんて、親近感覚えるやんけ。ヤーホ関連のシナリオをやっていくと、とてもけなげで、好感度が爆上がりするキャラです。けなげな。こんな風に、シナリオによってガラリと印象が変わる人や勢力が、結構あります。例えば、あるシナリオでは恋する乙女だったのが、別シナリオで、惑星丸ごと民族浄化しちゃう、ちょい悪な一面を見せたり。で、このステージは5つの無人基地を防衛するのが目的。時間が経てば友軍の増援が来るので、長期戦に持ち込みましょう。ところで、難しいセリフが多いな。俺は日本語と関西弁しか読めないです。相互らしき言葉が多く、海外の古典 SF のような雰囲気ですね。作中の解説を見たり、別のシナリオをやると分かったりするので、わからない単語は、そういうものなのか、と読み飛ばして、進めるといいと思います。本作、こんな風に説明が少なかったり、一部キャラの体型や相性などで個性が強かったりと、人を選ぶ要素はありますが、やればやるほど味が出る、じっくり遊べる作品ですぞ。おまけ的な要素も説明するやんけ。条件を満たすと、角箱からご褒美を受け取れます。一度条件を満たすと、別のセーブデータやモードでも使えるので、過去の戦場たちの難しいステージが簡単になったりします。また、ターン経過などで溜まっていく、ゆるるコインにも使い道があります。例えば人材ガチャ。柏木、が出たやんけ。セガサターンのロボゲーにいそうやんけ。柏木は移動がとても速いのが特徴です。次のゲームに移るやんけ。フューチャーゼロ、ザ、ビギニング。
RPG スクール VX 製のアクションゲームです。RPG スクールは、アクションも作れるんです。RPG 制作ツールでのアクションゲームは、昔から根強い人気がありますね。ストーリーの方ですが、軌道エレベーターが完成し、火星に多くの人が移住している未来。主人公レンは、科学者である父を何者かに暗殺され、敵討ちのため、WLE という傭兵団に身を投じます。主役メカは、イグス。父が開発していた、RD と呼ばれる、全く新しいタイプの兵器です。WLE はただの傭兵団ではなく、国連軍と契約してこの RD を研究しています。で、操作について。Z キーで構えて X キーで射撃。敵の方へ移動しながら X キーで、格闘攻撃。射撃は、AP を使うから注意案件。AP はアイテムで補給できますが、アイテム所持数にも限界はあるので、弱い相手なら格闘で倒して、節約したいですね。シフトキーでブースト移動します。装備が重いとブースト時間が短くなるぜよ。A キーでレーダーのオンオフ。敵や地雷が表示されるなど、割と大事。兵器が結構放置されてて、敵と紛らわしいから、レーダーで見分けると、いい案件。放置されてる兵器は、燃料切れとか故障しているのかもしれませんね。本作はゲームパッドでも操作できます。キー入力テスト機能が超助かる。キーボードでも、クリアできるやんけ。キーボード。そうそう、難易度は高めなんですが、キーボードでもボスに勝てたり、絶妙なバランスなんですよね。ところで、カスタマイズ要素とかはあるのか？装備品の種類は少なめなので、カスタマイズを楽しむ要素は薄いですが、装備で悩む心配がないとも言えます。任務に合わせて付け替えましょう。レーダーのリングで、ボスと、死闘です。敵 AI は結構賢く、こちらの攻撃を避けるような動きをします。ハイスピードロボットアクションの名にふさわしく、ボス格の敵と戦っていると、ロボットアニメさながらの、激しい戦闘が楽しめます。消耗アイテムが満杯の時、ステージ内で同種のものを拾うと無駄になってしまったり、プロローグでの戦闘はキーコンフィグできない、など、細かい点は気になりますが、2D でロボゲーをサクッとやりたい方はどうぞ。物語終盤になると、話が大きく動き、演出もダイナミックになります。ぜひ最後までやってほしいですね。あと、このゲームは、RPG スクール VX 用 RTP が必要だから、気をつけるやんけ。スクールの RTP、懐かしい響きですね。以上で、今回の動画は終わりです。楽しんでいただけましたか？では失礼します。お達者でー。